こんにちは、みどちゃれ TV の愛です。今年も気づけば、あっという間に終わりが見えてきましたね。街は忘年会シーズン。パプリカ。私は相変わらず一人なので、今夜はぼっち忘年会を準備中です。ちょうど先日、ボジョレ・ヌーボーが解禁になったので、今日はちょっと変わり種でチーズフォンデュを楽しもうかなと思っています。後半では今年を振り返り雑談をちょこっとしていますので、よかったら最後までお付き合いください。ブロッコリーを洗って切って茹でていきます。はんぺん。淡雪はんぺんだって。まあちょっと食べやすい大きさにね。あ、本当に淡雪みたいにふわっとしてる。赤ピーマン。違う。赤ウインナー。なんで赤ピーマンって言った？おかしいな。タコさんにしていきます。あ、そうだ、カニさんにもしようか。タコさんとカニさんにしていきます。赤ウインナー美味しいよね。そして、牛肉コロッケ60円切ります。そして、チーズフォンデュといえば、パンパンパンパパンパンパパンパンを切ります。パン食べたら太るよね。ちょっと気をつけなきゃ。そして本日の主役、ズン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 。ボジョレ・ヌーボー。やった。なんだけど、ちょっとまずは最初はビールで、キッチンドランカーをしようと思います。じゃあ。では今日もお疲れ生です。美味しい。やっぱこれだね。じゃーん。チーズフォンデュはもうね、それ専用のやつを使っちゃいます。今日は鉄板の上でチーズフォンデュ。でね、このチーズフォンデュどうなってるかっていうと、こういう感じで、もともとはレンジでチンって切るやつ。でもまあこれはこれで簡単でいいんだけど、鉄板でやったらもっと楽しいかなと思って、鉄板でやります。はい。じゃあ準備していくよ。この中にこのチーズをね、流していきます。はい、こんな感じになっておりまする。大丈夫かな？グツグツしてるね。はい、では、ちょっといただいてみたいと思います。いただきます。はい、すいません。マイクのね、セッティングがミスというか、エプロンにマイクをつけていたのをね、うっかりしてたの。乾杯の前ぐらいまでこんな感じになっちゃうんで、ちょっとナレーションで補足します。これ一回茹でたね、ブロッコリーを鉄板の上で焼いたら、ちょっとこんがりね、焦げがついて、香ばしくて、むちゃくちゃ美味しくなりました。熱々なのでね、ちょっと気をつけて食べてます。たこ焼きが焦げちゃった。変わり種でね、ちょっとたこ焼きもやってみようと思って、鉄板の上に置いてみたら、火力が調整できないので焦げちゃいました。そしてこれね、タコさんウインナー、赤ウインナーです。これは買って正解でした。もうとろーり。ビジュアルもいいでしょ？めちゃくちゃ美味しそうでしょ？これはね、ヒットですね。普通のウインナーよくやると思うけど、タコさんウインナーってまたちょっと味が違うじゃない？で、これはね、はんぺんです。少しね、こんがり焦げてると美味しいので、程よく焼いてみました。ふわふわだよ。はい、続きましてたこ焼きです。たこ焼きをチーズに絡めていただきます。まあこれはね、とにかく熱いです。まあでも美味しいに決まってるよね。そして飲む。今日は夜な夜なです。はい、そしてさっきね、60円で購入してきた牛肉コロッケも乗せてみました。じゃーん。早速、ボジョレを飲もうと思います。はい、これは、ボジョレ・ヌーボー2025。そりゃそうだね。そりゃそうですね。はい。あ、待って、私さ、エプロ
ろにありつけちゃった。ちょっと待って。はい、マイクが遠くに行っちゃってました。はい。ということで乾杯しましょう。今年のボジョレ・ヌーボーにルネッサンス。美味しい。今年のブドウはどういう風に言われてるのかなわかんないけど、美味しいです。なんか本当にワイン好きな人は、なんかボジョレが好き嫌いどうなんの？あんまり？私のお友達は、ボジョレはあんまりって、すごいワイン好きな人がね、言ってた。チーズがなんか蒸発しちゃう。ちょっと牛乳とか足せばいいのかな？待って、早速、パンをね、ちょっとつけていこうかな。では、パンを、ワインが来たんで。はい。ワインが来たので、パンを食べたいと思います。いただきます。やっぱり美味しいですね。ちょっとなんか、牛乳加えようかな。はい、牛乳加えました。なんかほら、蒸発してきちゃったから。多分美味しいと思う、牛乳加えて。めちゃくちゃ美味しくなった、逆に。ボジョレ解禁の時の食事に、チーズフォンデュお家で鉄板でいいかも。初めてやった。ほら、とろーり。食べてみる？これいいわ。牛乳を入れたらね、結構ね、柔らかい感じになってまた美味しくなった。鉄板、いい。めちゃくちゃいい。カリッとするし、とろっと、なんていうのかな。ハーモニーがすごく美味しいです。そして、よいしょ。コロッケがすごーい。いただきます。いい音。コロッケ正解だ。鉄板のチーズフォンデュやるときにコロッケむちゃくちゃ正解。なんかカリッてする。60円のコロッケが大変身。でもチーズ嫌いな人はごめんなさい、今日の動画。チーズが嫌いな人はオイルフォンデュとか、オイルフォンデュ、オリーブとアンチョビ入れて、そういうのもいいと思います。そうだ、ちょっとこのサンジェルマンのパン食べてみよう。つけてね。あっという間に飲み終わっちゃうんだけど、ハーフ。やばいやばい。忘年会のシーズンですね。みんなは忘年会はあるのかな？会社で。私はね、忘年会これです。これが忘年会です。そうなんだよね。で、忘年会みんなどんなところでするの？どんなところでするの？私も会社員の頃はよくね、幹事をやってました。なんかね、新人の時はもちろんなんだけど、新人じゃなくても、幹事をすごいやらされるタイプっていう人いるでしょ？キャラクターの問題だと思うんだけど。あと上司が言いやすいっていうのもあるんだと思うけど。そして、じゃーん、キュウリハイボールの時にね、ちょっとね、つまもうと思います。さっきはちょっとだけつまんでたんだけど、口直しで。そうそう。キュウリ夫人。はい。じゃあ、ハイボールタイム。では今日もお疲れ。はい。おう。はい。いよいよ後半戦。後半戦だからワイン飲み終わっちゃったので、ハイボールで締めていくんですけど、ちょっと雑談をしようと思います。で、雑談が苦手なので、何を話そうかメモってきました。すごいトークが苦手っていうか、話題が苦手？何を話したらいいのか。考えたら、年末っぽいね、話題なんかないかな。
今年一番の、お金を使ったもので良かったもの。みんな考えて。もう年末だから。私はね、みんなまず考えて。良かったもの。いいんだよ。そのお金使ったの1000円でも。500円でもいいの。良かったもの。例えばだよ。100円の、例えば鉛筆買いました。そこから、なんか手紙を書いて何とかに繋がったとか、あるじゃん、いろいろ。そう、なんでもいいんだけど。でも、私結構大きいお金を言います。はい。歯列矯正。詳しい値段はね、今度別の動画で撮ろうと思ってるんで発表まだしないけど、でも安かった。歯列矯正の割には安かったです。そう。よかった。で、まだ途中なんだけどね、だいぶもう後半戦で終わってきました。今年ね、頑張って奮発したお金の使い方だったかな。6月ぐらいからね、5月の下旬、もう本当に6月から始めて、7、8、9、10、11、12、だからそろそろ終わるんだけど、下の歯がね、すごいね、ちょっとね、この辺がずれてってるか、出てる歯があったのが気になって、今もちょっと出てるんだけど、先生に聞いたらこれね、出てるっていうか、この歯が厚みがあるから削らないと、この内側も揃ってんの。それがね、私削るの嫌だからこのまま行こうかなと思って、そんなに目立ってないし。客観的に自分をね、こう見てみると、なんかすごい気になるなって話してて、自分が嫌だったの、なんか。っていうのがまず1個と、あと、それはまた別の動画で撮ろうと思うんだけど、歯並びを整えることによって、いろいろリスクもね、いろいろね、良くなるというか、例えば歯周病を予防したりとか、骨格がね、整ったりとかいろいろあるからね、思い切ってやろうかなと思って、すごいやってよかった。噛み合わせも整ってきたから、いろいろいいことがいっぱいありました。っていうところかな。そんな感じかな。じゃあ次。今年行って旅をいっぱいしてきた中で、行ってよかったところ。どこもよかった。どこもよかったけど、やっぱりね、初めて行ったところってやっぱりこう印象が深いのあるし、感慨深いところもあるし、やっぱ岡山がすごくね、印象に残ってます。あとは山口県だね。初めて行ったところ、下関。岡山良かったですね。岡山は、倉敷と笠岡市。笠岡の動画が、ちょっとレア感があったんだと思うんですよ。普通の人が旅 YouTuber の人は行かないからかと思うんですけど、そういう部分でね、なんか、喜んでもらえたっていうのがあって、で、その動画は、私の、ブログのメンターがね、勧めてくれた場所なんだけど、思い出に残る旅となりました。よかったです、行って。素敵な街だったし、美味しいものもいっぱいあるし、笠岡ラーメン美味しかったんだけど、この間言われたのが、なんか、勧めてもらったんだけど、なんか響いてないしって言われて、響いてなくないんで、撮影しにくかっただけなんです。美味しかったです。それと、あと、やっぱり下関とか、あと、関門海峡のあたりのね、あれはすごい楽しかったです。初めて行ったところでやっぱ印象に残るなと思って。もちろん他のところも良かったんですよ。っていう感じかな。そうだね。温泉宿の近隣っていうか、遠くないところでの印象的なのは、やっぱりね、秩父かな。秩父の宮山さん。あそこはすごい素敵で、一人旅にももってこいなところっていうか、一人旅に優しいところ、スタッフの方もすごい良かったですし、一人旅にかなり配慮されてるお宿だったので、私はね、すごい好きで、また行きたいなと思いました。そして、今年一番旅をしていて、辛かったこと。それはね、那須高原に行った時に、すっごい天気が荒れた時。で、送迎がね、すごい安いプランだったから、送迎なしのプランだったの。で、バス停から
歩いて15分ぐらいで行けるから行けるだろうと思って行ったんだけど、いや、自然を舐めちゃいけないなと思いました。豪雨、台風並みの豪雨で警報が出てたのかな、その日。急に出たのかな、そう。それで滝のような雨水が流れてきて、もう進めないの前に。だけどそれでも進もうと思ってキャリーで行って、でもう靴もびしょびしょで、靴が濡れまくっちゃって、もうダメになりました。その靴は処分しました。でキャリーも水でびっしょびしょだったので、パソコンは心配だったけど、パソコンなんとか無事だったっていう、あれが一番辛かったかな。天候ね、自然とかね、そういうのは本当に気をつけなきゃいけないなって。気をつけようがなかったんだけど、急に来た嵐だったので、でもなんとかね、近隣のその酒屋さんの人が雨宿りさせてもらって、でホテルの方から大丈夫ですかって心配して、酒屋さんまで迎えに来てくれたの。本来はやってないサービスだったので、あまりにも天候イレギュラーな例だったので、そうそうよかったです。それが一番辛かったのと、もう一個はね、撮影許可を OK ってもらって散々撮影し終わる頃に動画アップしないでくださいって言われた、そうそう、東京のね、ある焼き鳥屋さん出してないんだけど、それは辛かったな。でもそのぐらいかな。なんかだから割と結構順調に楽しく撮影させてもらいました、今年は。で、ママ旅で良かったのはね、どこだっけな。ママ旅結構安いところに連れてっちゃって、ママがね、私は一泊で、ちょっとね、ママにいいところ連れてってあげたいって思うところなんだけど、ママね、2泊したがるから、さあ、だから安いところになっちゃうんです、私の予算的に。そうそう。ずっとね、私は、昔から星野に連れてってあげたいって思ってるママのこと。だけど2泊したがるから、星野で2泊するとすごいかかるじゃん。1泊なら連れてってあげられるけど、ちょっとなと思って、未だにね、星野に連れてってあげられないんですよ。多分ね、10万ぐらいかかるの、多分、2泊したら。星野って2人で。もう山本から12万ぐらいかかっちゃうから、なかなかね、ちょっとね、連れてってあげられないんだよね。その夢はね、ママは元気なうちに叶えたいと思って、そうそうそう、一泊嫌だっていうの。だから、星野行きたいけど、2泊させてもらえないんだったら、安いホテル2泊したいっていうの、ママ。なんかさ、一緒に長い時間行きたいって言ってくれるから、そうか、じゃあ、お江戸温泉行くみたいな。そんな感じ。そうそうそう。ちょっと頑張ります、いろいろ。ね。そう。すいません。こっち、つけるの忘れちゃった。こっちつけてんのに、こっち側つけてなかった。もう酔っ払うとさ、ついついこうなっちゃう。じゃあすいません。お耳拝借します。はい、つけました。声変わったでしょ。やだもう。やだ取り直ししないよ。多分同じ話できないから。その時生まれる言葉だから。台本ないんでね。無計画。じゃあ次の話題行こうかな。メモったんだよ。何がいいかな。回ってきた。じゃあ次。今年一番嬉しかったこと。今年一番嬉しかったことはね、やっぱりね、間違いなく、ちょっと優等生みたいなこと言っちゃいますけど、YouTube で多くの人に見てもらったこと。でもこれ優等生っぽく言ってるけど、それ本当で、去年のね、今頃、登録者の方がね、2000人いってなかったんですね。でね、もうすぐ5万人達成できそうな感じもあって、で、私の動画がね、より多くの人に届いたことは、嬉しいなってすごくやっぱり思います。それが一番何よりも嬉しいです。間違いない。なんかこう元気もらいましたって言われることがすごいいっぱいあったのでね、コメントで。やっぱり生きてるとさ、なんか辛いことっていっぱいあると思うの。私もサラリーマンの時すっごい
眠れないぐらいなんか辛い時もあったし、悲しいなって思うこともあったし、なんで私だけこういう状況なんだろう。自分の友達はこうじゃないのにって思うこともあったしとか。でもなんかふと何かのきっかけでね、SNS とか見てて元気にもらったりとかもやっぱあったんですよね。そう。だからこんな私でもね、私のが作った動画を見ることによって元気になりましたとか癒されましたっていうのは本当に私でも本当にね、何にもできない私がそうやって人の役に立つことがね、私の作った動画で嬉しいわけですよ。もう本当に手探りでね、作ってるので、企画もさ、編集もさ、撮影も全部一人でやってるからさ、大丈夫私みたいな、これできるのかなって思うこともすごいあったんだけど、最初の頃はね、今ももちろんありますけどね。その辺かなって思います。私も動画でみんなに元気をもらったり、パワーをもらったりしています。そんなところかな、今日のお話は。ちょっといろいろ雑談ネタをメモってみましたけど。はい。ということで、ちょっとやってます。ボジョレ・ヌーボーの味を売ってなかった。ボジョレ・ヌーボー今年の味は、ズバリ、美味しかったです。ということで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ミドチャレ TV の愛でした。